みんなの今日はどんな日だった？私はねのお時間です。こんばんは。誰よりも夢だけはでかい自称天才フリーターのさやです。この番組は私の毎日を刻むとともに、みんなで一緒に年を重ねていこうよという気持ちで配信しています。月曜日から土曜日のほぼ毎晩配信しています。日曜夜10時半からはラジオトークにて生配信します。一日の終わりに SNS を見ながら、ご飯を食べながら、帰りの電車に揺られながら、はたまた次読む本の目次をパラパラと眺めながら、何かしながら一呼吸つけるような時間を一緒に過ごしていきましょう。ということで、本日は6月6日、今はね、だいたい5時過ぎに配信、収録をしております。最近はもっぱら本を読む時間が多くって、面白いですね、やっぱり本って。なんか、この良さに、最近気づいたので、もっと、でもどうなんだろうね。いろいろ考えるようになったからこそ本が面白いって思うようになった、成長したかなとも感じる、そんな最近でございます。今日のどうしよう、タイトル決めてなかった。今日はじゃあタイトル後付けでいきます一言、最近っていうか多分この本の話前もしたと思うんだけど、再び思い出してそうだよねと思う時があったので、その本について紹介していきたいと思います。一つフレーズがすごく心に残っていて、そのフレーズが読みますよ。この世界は残酷だ。しかしそれでも君は確かに自分で選ぶことができるという言葉をすごく私は心に刻まれたというか、そうだよねって日々何回も繰り返してそう感じるような日が多いです。この本はちなみに苦しかった時の話をしようかという森岡剛さんの有名なマーケターの方の本ですねっていう話なんですけど、その中でもこの前半部分に注目していただきたくて、この世界は残酷だ。でもほぼこの言葉の意味って成り立ってるんじゃないかなって思ってて、それでも選択肢があるからこそ生きていけるとか、いろんな解釈の仕方があると思うんですけど、そのね、前半部分が私は結構好きなんですよ世界って残酷だなって思うことが日々あるんですけど、ここ数日パッと今思い出しただけで3つあったので、そんな私が残酷だなって思ったそんなことに関して今日はお話できたらなと思いますなんだろうね、なんで話してんだろう。共感してほしいわけじゃないんだけど、そういう視点もあるのかみたいな感じで聞いてもらえたら、日記ではないか、最近感じたこと。まず一つ目が最近ね、東京に行ったわけですよ。私愛知県に住んでるんですけれども、東京にちょっと長らく2週間弱ぐらいかな、友達に会いにとか、ディズニーランドに行ったりとかしてきました。でね、やっぱり東京に行くと何回行ってもそうなんですけど、やっぱり圧倒されます。人が多いし、もう全ての全部に一つ一つに対するレベルが高いなって毎回思うんですよ。で、そういう意味でも何でもそうなんですけど、特に人に対して感じることが多くて、いろんな、例えばお金持ちかお金持ちじゃないかとか、可愛いか可愛くないか、身長が高いか低いか、賢いか賢くないかとか、いろんなA か B で分けるとしたら、そんないろんな選択肢があると思うんですけど、そのね、幅がやっぱり東京は大きいなって思いますし、そのどの部分にこの残酷さを感じたかというと、
その一つのその部門に対して全然レベルが違っていて、すごい強い人と、弱い立場にいる人がいるわけなんですけど、その強い立場にいる人たちの弱い人への視線って結構冷たいなって思ってましたなんかそこに優しさとかはあんまりないんだなと思って、容赦ないなって残酷だなって思いました。それだから社会が成り立ってる部分ももちろんあると思うし、それも必要なね、なんかふわふわ素敵なキラキラ哲学では語れない現実もあると思うので、それも現実でありながら残酷だなと思ったところでございます。一つ目で、二つ目は、今日ね見た映画の話の中なんだけど、これね、これは別に映画を題材に話すわけじゃないけど、ちなみに言っておくと、芦田愛菜ちゃんが主役してる星の子っていうね、邦画を久しぶりに邦画見ましたっていう話から思ったことなんだけど、なんかやっぱり生きている上で正解がないってことが残酷だなっていうことをまず大前提思いました。で、その生きてる上でこうでもいいしこうでもいい、A って思ってもいいし B ってもいい、どっちが正解とかないってことってほとんどじゃないですか。だからこそその選択に狭まれた時に本当に心身痛めつけられるというか、この苦しい感情が、どこにも発散できないからこそ、それを自分で解消しないといけないっていう、その瞬間が残酷だなって思いました。なんか正解がないよって言われたら、ないんだみたいな、結構プラスの意味で捉えることが多いんじゃないかなって思うけど、だからこそすごく残酷な苦しい立場に立たされる人もいるんじゃないかなって思いました。なんかね、それがねどんな時かなっていうのが考えてた時に思ったのが、例えばなんかその自分がすごく大好きなもの、信じるものとかで、それが強ければ強いほどその2つの意見に挟まれた時って結構きついんじゃないかなって思った。例えば本当に大好きな人と本当に信頼している家族、どっちも言ってることは正しいし、どっちも正義なんだけど、私真ん中に立つ自分はどっちって選ばないといけないとかね、そういう正解がないからこそ辛い部分って綺麗事ながら残酷だなって思いました。でね、3つ目は今読んでる途中の本なんだけど、ちょっとこれ今遠くにあるから題材はまた今度言いますね。なんかやっぱりその何が残酷かって、人間の恐怖、怖いなって思うところって知らないから怖い、答えがわからないから怖いのかなって思ってんだけど、なんかその論理的に考える考え方って割と答えがあるじゃないですか。これこれこうだからこうとか、これこれこうでこうなんだからこれが正義だとか、なんかだから私はそこ頭を使いたくない時とか、悩みにとどまりたくない時にそういう本を読んだりします。この人絶対論理的思考の人だみたいな、だから読むのが楽だったりするんですけど、それをね極めていったなんか科学のちょっと待って適当に言えないな、科学を数学はアートだみたいな感じのことを説いてる人がいて、私にとってアートと科学って結構真逆の究極なポジションにいると思ってたんですけど、なんと論理的なその考えを深めるとアートの方に行ってしまうのかとなんか私は
心を打たれたようなちょっと残念な気持ちになりましたアートはアートでとどまってほしくったし、科学は科学でいてほしかったんだけど、辛いなって。科学をさえもアートの世界に持ち込んでしまうのかと。多分どんな選択肢選んでも極めたらきっとそういうなんか考えを深めるような世界に行っちゃうんじゃないかなって残酷だなって思いましたっていう感じです。今日は残酷な、私が最近感じた残酷な出来事3本立てで暗い内容で月曜日からお話しさせていただきました。すみません。これを機にね、そんなこともあるけど、もっと素敵なところもね、この筆者さんが言ってるように、しかしそれでも君は確かに自分で選ぶことができるということで、素敵な選択肢を日々選んでいけるよう精進してまいりたいと思いますゴリッとまとめちゃった。ということで、本日の配信はいかがだったでしょうか。そうかもねな発見が一つでもあれば嬉しいです。それではまた明日もお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。これを聞いてくださったあなたの今日、明日がとっても素敵な一日になりますように。おやすみなさい。